こんにちは、快適アートです。今日は前回に引き続き着物のイラスト第3弾を描いていきます。こんな感じで水彩紙に転写していきます。今ちょうど梅の季節なのでサブのモチーフは梅にしました。描き込みすぎてしまったので線画がすごく多い絵になりました。墨で線画を描いていきます。水を加えて薄めた墨と面相筆を使っています。今回はこの梅の花の線画がすごくたくさんあって、それに結構時間がかかりました。墨雲堂の絵墨目を使っていきます。人物の下塗りはだいたいこの絵の具だけで塗っています。かなり薄い色にして最初は描いていきます。メイクしていくような感じで口や目元などに赤みをさしていきます。耳なども結構赤い影にしています。今回目玉の色は紫ベースの色味にしました。髪は赤っぽい色味で下塗りしておきます。ホルベインの透明水彩絵の具を使います。帯の部分にたっぷりめに絵の具をのせていきます。呉竹の岩彩丹美の金のセットを使います。濡れている間にトントンと金を落としていきます。下地が濡れたらラップをかぶせます。少しくしゃっとして中に空気を含むようにかぶせています。ペタッとくっつくところとトンネルのように空洞が開いたところができます。この状態で自然乾燥させます。完全に乾いたらラップを剥がしていきます。こんな感じで面白い模様ができます。人物に加筆していきます。下塗りの上からグラデーションで色を重ねて影を描いていきます。色を重ねながら立体感を出していきます。今回はウォーターフォールという名前の編み込みを描いてみました。滝みたいに流れ落ちている流線形がすごい綺麗な髪型だと思います。吉祥の岩彩を使って帯や着物のベースを塗っていきます。岩彩は普通の固形水彩と同じように使えるんですが、特に朱色とか白緑は塗るとすごい和風な印象につなげやすいです。帯ができたら着物の方も下地を塗っていきます。今回は淡い色味の着物にしました。ここで塩をかけていきます。濡れている間に塩を振っていくと白い点々ができます。水加減や塩の量で表情が変わるんですが、今回は結構間隔を狭めに塩を振っていきました。自然乾燥でだんだんと模様が浮かび上がってきます。絵柄が描いてある部分を避けながらグラデーションをつけつつ下塗りをしていきます。ここはまた後でキラキラな絵の具を塗っていくんですが、最初に下塗りで色を入れておいた方が発色が安定すると思います。帯の色味が乾いたので上から金色を重ねていきます。またラップを上からペタッと貼り付けます。私もこの金の岩彩でラップの技法をしたことがなかったんですが、金色でもいい感じにできました。梅を塗っていきます。今回は一つの木の中に白、赤、ピンクが入り混じって咲いている源平咲きの梅を描いてみました。まばらな感じで白と赤が混在しているような感じで描いています。花が濡れたら枝の表情も描き込んでいきます。全体的に色が入ってきたのでバランスを見て顔にも濃い色を入れていきます。上から重ねて赤っぽい色味を足していきます。髪の毛の色は細かいところを描く作業と大まかに塗っていく作業を交互に繰り返すような感じで描いています。影を描いて立体感を出していく作業と色味の変化をつけていく作業を交互にする感じです。
細かい着物の絵柄などは水彩ペンを使います。呉竹のリアルブラシを使っています。結構細かい柄なんですが、一つ一つにグラデーションとかをつけながら塗っています。絵柄にファインテックという偏光顔料の絵の具を使います。蝶々の柄を描き込んでいきます。こんな感じで反射具合で色味が変わって見えます。呉竹の青金色で絵柄を縁取っていきます。流水の模様の曲線も金を使って描いていきます。下書きに描いていない線もどんどん付け足して描いていっています。帯の色にも偏光顔料を使っていきます。ラップで作ったテクスチャーの上から桜の模様を入れています。角度が変わらないとあまり色味が見えてこないんですが、たくさんいろんな模様を描いてます。襟の部分にも模様を描いていきます。桜のシルエットをたくさん描いてから金の絵の具を使って少し線を付け足していきます。振り袖の袖の部分は偏光顔料をグラデーションにして塗っています。次にアクリリックのイリデッセンスを使います。こちらは水彩絵の具ではなくてアクリル絵の具なので上から加筆できなくなります。隠蔽力が強くて結構ギラギラしているので柄入れに使ってみました。上からまたお花を描いていきます。クロマパールイエローを使います。これはパッと見た感じは透明な絵の具なんですが、傾けると金色に光ります。他にもこのクロマパールには種類があるんですが、私はクロマパールイエローが一番気に入っています。全体的に描けると角度によって柄が見えなくなるくらいキラキラします。襟の内側を描いていきます。細かい装飾も塗っておきます。アクセサリーは金色を自然に使うことができるので、ここぞとばかりに使っています。細部の加筆や最後の仕上げをしていきます。梅の花の上から絵の具を落としたように大胆に塗っていきます。塗った部分の境界をぼかしたり、水滴同士をつなげるようにして背景を処理していきます。黄金色を使って花粉を描いていきます。ちょっとぷくっとするくらいたっぷり絵の具を使って小さな点々を描きます。たっぷりめに絵の具を使うと光り方にも立体感が出てきます。アクリリックのクロマパールイエローを全体的に塗っていきます。かなり薄めていますが、傾けるとキラキラとします。ハイライトをつけていきます。白いんですが、手で押さえると少しキラッと金色になります。コピックのマルチライナーのウォームグレーを使っています。前回までこれのことをセピアって呼んでたんですが、買った時から今までずっとセピアだと思っていました。セピアはもっと薄い茶色です。この色は黒ではないので自然に淡い絵にも馴染むと思います。完成を見ていきます。今回は傾けると色が変わる偏光色顔料を着物の部分や帯の部分にたくさん使っているので、見る角度によっていろんな色味が味わえる絵になったと思います。
特に帯の部分は金色の絵の具とラップの組み合わせで筆ではできない面白いテクスチャーが出ていると思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。